皆さんこんにちは。卓球の用具を愛しすぎてラバーの匂いだけでわかる男、ケンジです。今日は今まさに世界の卓球シーンを根底から、それこそ地殻変動レベルで揺さぶっているある革命について、皆さんの脳細胞が沸騰する勢いで語り尽くしたいと思います。こんにちは、みさきです。地殻変動ってケンジさんの熱量がすでに限界突破してますね。でもその情熱の先にあるのはやっぱりあのラバー。最近のプロツアー、特に WTT の配信を見ていると、解説者が信じられない変化だとか、物理法則を無視しているって絶叫しているシーン、本当によく見ますよね。そう、その絶叫の正体こそがアンチラバーだ。かつては回転をかけられない初心者のための補助具とか、ベテランが小細工でミスを誘うための守備的ツールなんて少し斜に構えて見られていたあのラバーが、2025年から2026年にかけて全く新しい超攻撃的ディスラプターとしてそびえなったんだよ。アンチって昔からある伝統的なラバーですよね。表面がツルツルして滑るから相手の回転をそのまま残して返すという。でも今の卓球ってバリュー選手やファンシントン選手のような怪物たちが超高速超回転のドライブをこれでもかと打ち合うパワーとスピードの各地じゃないですか。あんなにエネルギーの大きい現代卓球でアンチみたいな飛ばないかからないラバーで本当に対抗できるんですか？そこが今回の最大のミステリーであり、かつ論理的な帰結なんだ。最新レポート、現代卓球におけるアンチラバーの技術的変遷と戦略的最低限を読み解くと、2014年の ABS ボール導入という歴史の転換点が10年の時を経てアンチラバーに最強の追い風を吹かせていることがわかる。これは単なる内弧趣味じゃない。粗大工学と最新戦術、そして AI による解析が融合した技術的ルネサンスなんだよ。今日はその深淵を美咲ちゃんと一緒に一歩ずつ、いや1ミリずつ解剖していこう。技術的ルネサンス。なんだかダヴィンチが卓球ラケットを設計したみたいでワクワクします。構造の秘密からサビーネ・ウィンター選手の衝撃的な戦術、そして未来の用具事象まで、私も全力でついていきますから、ケンジさん徹底的にもうお腹いっぱいになるまで解説してください。さて、まずはこの分厚い報告書が描いている2026年のアンチ事情の全体像をケンジさん流にサマリーしてもらえますか？よし、任せてくれ。確信を一言で表現するなら、アンチラバーは相手にミスを待つ受動的な盾から相手のシステムを物理的心理的にハッキングし、自ら勝利を強奪する能動的な破壊兵器へと進化したということだ。ハッキング、卓球のラリーをソフトウェアの攻防みたいに捉えるんですね。面白い。 IT 専門メディアスピンアソシエイティッドの鋭い分析によれば、現代卓球のラリースピードは人間の神経伝達速度の限界に到達している。つまり選手は反射だけで動いているんだ。そこにアンチラバー特有の予測を裏切る軌道と極端な減衰ブレーキが放り込まれると、選手の脳内にある予測アルゴリズムがエラーを起こしてフリーズする。これが2026年スタイルの必勝パターンなんだよ。レポートでは2025年から2026年が最低義のピーキだとされています。具体的にどんな大きな柱があるんでしょう？主なトレンドは3つ。1つ目はナノ単位で表面を加工した摩擦ゼロ系クラッドアンチの圧倒的な技術革新。2つ目はドイツのサビーネ・ウィンター選手のような世界トップエリートがアンチを戦術のコアに据えて中国製を撃破し始めたこと。そして3つ目は湿気や汚れといったアンチの弱点を克服する周辺テクノロジーの確立だ。中国のトップ選手を倒すというのは以前の変化に慣れていないから勝てたというラッキーパンチではなく、理論的に相手を封じ込める手法が確立されたということですよね。その通り。これは卓球の本質である回転の保存とエネルギーの散逸をどうコントロールするかという物理学的な挑戦なんだ。さあ、このワクワクするような知的なラリーをまずは素材の基礎から始めていこう。さて、第一章だ。まずはアンチラバーの正体を暴いていこう。美咲ちゃん、アンチラバーを実際に手に取ってじっくり観察したことってあるかな？はい、初めて触った時は本当に衝撃でした。普通の裏ソフトラバーって指を滑らせようとしてもキュキュッと止まりますよね。でもアンチはまるで磨き上げられた大理石とかプラスチックの板みたいにつるっと滑る。見た目は裏ソフトなのに中身は宇宙人、笑いって感じです。ははは、宇宙人か。でもその直感は正しいよ。設計思想が180度違うんだ。テーブルテニスコーチのトム・ロジアック氏も熱弁しているけれど、普通のラバーは摩擦を最大化して相手の回転を自分の回転で上書きしようとする。それに対してアンチは摩擦を最小化することに全精力を注いでいるんだ。摩擦を最小化する。それって
ラバーとしての引っかかりをあえて捨てているってことですよね。コントロールが難しなりそうな気がします。いや、そこが逆説的な魅力なんだ。最新のアンチラバーはトップシートの裏側に粒があるサンドイッチ構造なんだけど、表面の摩擦係数 μ が極限まで低く設定されている。物理学の基本公式 F=μn で説明すると、この μ を限りなくゼロに近づけることで、ボールが接触した瞬間に発生する接線方向の力をほぼゼロに封じ込めているんだよ。μ がゼロ。つまり、ボールがラバーの上で一瞬もグリップされず、超高速で回転したままアイスリンクの上を滑っていくようなイメージですね。完璧な理解だ。この滑りこそがアンチラバーの代名詞であるスピンリバーサル回転反転の母体なんだ。相手が強烈なトップスピンを打ってきた時、ボールの表面はラバーにつかまらない。だから回転の方向、角運動量は維持されたまま進行方向だけが逆転する。結果、相手から見れば自分が全力でかけたドライブがそのまま猛烈なカト回転になって帰ってくるというわけだ。自分が全力で打てば打つほど自分を奈落の底に突き落とす回転になって帰ってくる。まさに因果応報の物理学ですね。相手からしたらこれほどストレスのたまることはないですよ。スピンリバーサルについてもっと物理学の深淵に潜ってみよう。卓球専門サイトテービルテニスデイリーのフォーラムでも夜な夜な激論が交わされているけれど、なぜ最新のアンチは粒高ラバーよりも劇的に回転が反転すると思う？粒高は粒が倒れることで回転を残すイメージですが、アンチは表面全体が滑るから回転エネルギーが逃げる場所がないからですか？その通り、100点満点の正解だ。粒高は粒が倒れる瞬間にわずかな摩擦が生じるし、粒の隙間で気流や振動が発生してエネルギーが分散してしまう。でも、最新の摩擦ゼロ系アンチ、グランティは、物理的にボールの角運動量をほぼ損失なしで保存して返球する。相手が秒間150回転のドライブを打てば、理論上は150回転の下回転として突き返すことができる。この反転効率が2026年モデルでは驚異の 92% 以上に達しているんだよ。92%、それってほとんど全部返してるじゃないですか。でもケンジさん、現代の ABS ボールって昔のセルロイドボールに比べて表面が滑りやすくて回転がかかりにくいってよく言われますよね。反転する元ネタの回転が減ったらアンチの威力も下がるんじゃ。そこを解決したのが素材工学の偉人だ。レポートの第5章でも詳しく解説されているけれど、最新のアンチはトップシートをセラミックのように硬く進化させている。ABS ボールの硬いプラスチック質感に対してラバー側も高度を上げることで微弱な回転でも確実に滑り、スリップを誘発させる。接触面積をナノメートル単位で制御して摩擦が発生する隙を与えないんだ。まさに摩擦への宣戦布告だね。ボールが変わったならそれ以上に尖ったラバーを作って黙らせる。エンジニアたちの執念を感じますね。でもそれだけ硬いとボールが当たった瞬間にカキンと飛んでいってしまいそうですが。アンチラバーの性能を語る上でトップシートと同じくらい、いやそれ以上に重要なのがその下に隠されたスポンジだ。最新モデルにはダンピングスポンジという軍事技術の防振材のような特殊素材が使われている。減水スポンジ、衝撃を吸収してボールの勢いを完全に殺しちゃうってことですよね。そう、物理学のエネルギー保存則 EK=2分の 1mv 事乗を思い出してほしい。相手の剛速球が持つ巨大な運動エネルギーをスポンジが圧縮される際の内部摩擦や分子間の熱エネルギーに変換して意図的に消滅・損失させるんだ。ドイツのデルマテリアルスペシャリスト社のスポンジ設計はもはや芸術の域に達しているよ。レポートにはストールクラフトというラバーのデータがありますね。スポンジの厚さが 0.8 ミリ、1.2 ミリ、1.6 ミリとラインナップされていますが、たった数ミリの差でそんなに世界が変わるんですか？劇的に変わる。0.8 ミリのような極薄スポンジは、スポンジを突き抜けてブレードの硬い反発が伝わるから、スピン反転能力が最大化する。でも 1.6 ミリのような厚いスポンジになると、ボールがスポンジにめり込む接触時間が長くなり、その間にエネルギーが徹底的に散逸する。結果として、プロの放つ時速 120km のドライブが、ネット際にポトッと落ちる時速 10km の超スローボールに変換されるんだ。時速 120km が 10km に、相手は全力疾走で打っているのに、返ってくるのはあくびが出るようなスローボール。このスピードの落差だけでタイミングを合わせるのが地獄の作業になりますね。まさに時間軸の破壊だ。現代卓球のハイスピード競争に対して
動かないことで勝つというこれ以上ない強烈なカウンターを浴びせているんだよ。第2章ではアンチラバーの分類について詳しく解説されています。一口にアンチといっても実は性格が正反対の2つの勢力があるんですよね。その通り。まず一つ目は古き良き伝統を守るクラシック系、八坂のアンチパワー、日卓のベストアンチ、バタフライのスーパーアンチ。このサンバグラスは美咲ちゃんも体育館で見かけたことがあるだろ。はい、ベテランの選手やレシーブが苦手な子が使っているイメージがあります。でもこれだけハイテクな現代でもまだ現役なんですか？バリバリの現役だよ。二消費ジャパンの製品レビューでもクラシック系の絶対的な安定感は唯一無二だと評価されている。こっちは表面にごくわずかな摩擦をあえて残してあるんだ。だから完全に滑りっぱなしじゃない。自分の指先感覚でボールをコントロールしたり、チャンスボールを自分で叩いたりできる。レシーブを絶対にネットミスしたくないという堅実派には最高の相棒なんだ。なるほど。自分の意思を少しだけ伝えられる従順なアンチですね。じゃあもう一つの凶暴な方は？それが2025、2026年のトレンド、摩擦ゼロ系グラッドアンチだ。ドクターのイバウアやデルマテリアルスペシャリストの独誕生だね。表面はもはや強化ガラス、摩擦は名実ともにゼロ。扱いはプロレベルでも至難のことだけれど、そこから繰り出されるスピン反転の暴力的な切れ味はクラシック系とは宇宙の端から端ほども違うんだ。名前からして近づくものすべてを切り裂く魔剣みたいな響きですね。硬質のトップシートと精密に設計された中高度スポンジ。これはもうスポーツ用具というよりは精密工学製品です。第3章はメーカー別の深掘り戦略だ。まずはアンチラバー界の法王、ドクターノイバウア社。彼らが2026年に満を持して市場に投入した ABS3 プロ。これが今、プロアマ問わず世界中で争奪戦になっているんだ。ABS3 プロ、スピンアソシエイテッドとの共同開発によって生まれたプロのための精密機械とレポートにありますね。どんなところがすごいんですか？一番の革新は新開発の高密度レッドスポンジ。これが厚さのラインナップによって全く別の顔を見せるんだ。1.7 ミリと 1.3 ミリ、たった 0.4 ミリの差にドクターノイバウアの全知全能が注ぎ込まれている。その 0.4 ミリの差、ケンジさんならどう使い分けます？ 1.7 ミリはどんなに弾むカーボンラケットに貼っても相手のドライブをネット材に強制停止させる究極のブレーキ。逆に 1.3 ミリは相手の下回転に対してラケットをグイッと押し出す能動的プッシュに最適化されている。守るだけじゃなく自分からリズムを仕掛けて相手を前後に引きずり回す。まさに狩り人のためのアンチだよ。メンテナンス用品も充実していますよね。専用メンテナンス材なんて名前からして科学実験室に置いてありそう。性能を 100% 維持するのにもハイテクなケアが必要なんですね。摩擦ゼロという極限状態をキープするのは F1 マシンの整備と同じくらい繊細なんだ。道具を最高の状態に保つ、その作法まで含めてアンチプレイヤーの禁じなんだよ。次に紹介するのはドイツの異彩デルマテリアルスペシアリスト社。このメーカーのカタログをめくるとページをめくるたびにディスラプティブエフェクトという単語が目に飛び込んでくる。彼らにとって変化こそが正義なんだ。破壊的効果、なんだか対戦相手の心を折ることを目的にしているみたい。最新モデルの ESP について詳しく教えてください。エフェクティブスピンプロセッサーの略だね。これがまた物理の常識を疑うような構造なんだ。極薄のトップシートの下にあえて内向きの長い粒を配列している。外見はアンチなんだけれど内部挙動は粒高に近い。結果として粒高特有の不規則な揺れとアンチ特有の強烈なスピン反転がミックスされるんだよ。ボールが揺れながらかつ猛烈に切れて帰ってくるんですか？そんなのどっちに合わせて打てばいいのかコンピューターでも計算不可能です。まさにそれが狙い。さらにこの ESP は現代卓球の天敵であるナックルボールに対しても強い。普通のアンチは無回転のボールを打つと棒球になりやすいけれど、このラバーは独自の減衰スポンジがボールを粘り強く掴んで低く抑え込む。攻撃の手を緩めない最強の矛だよ。弱点を克服するどころかそれを新たな武器に変えてしまう。デルマテリアルスペシャリストは本当の意味での革命家ですね。ここで我らが日本の誇り、老舗のアームストロング社についても熱く語らせてくれ。2026年度の ITTF 公認リスト、ラークでもひときわ異彩を放っているのがニューアンチスピンだ。アームストロング、老舗のイメージですけど、最新のアンチ技術でも世界をリードしているんですね。そう。
でも彼らの戦略は欧州勢とは一線を画す。キーワードは偽装、カモフラージュだ。このラバー、見た目の質感からシートの光沢に至るまで、パッと見は最高級の裏ソフトラバーと全く見分けがつかないんだよ。それって対戦相手からしたら最大の脅威じゃないですか？普通アンチの選手とやるときは構えから警戒するのに、そこが狙いなんだ。しかも超軽量で高弾性なスポンジを搭載している。これによってアンチなのに自分からドライブをかけるフォームで実際にスマッシュが打てるんだよ。相手が、あれ？今のドライブ回転がかかってないぞ。と首を傾げている間に、次の瞬間に本物の強打をぶち込む。日本らしい、極めて精密で冷徹な戦略だね。まさにステルスアンチ。相手の神経を内側からじわじわと削り取っていくような恐ろしい職人技ですね。ここからは第4章、いよいよプロの最前線で起きている事件を見ていこう。2025年から2026年にかけて、世界中の卓球ファンが椅子から転げ落ちるほど驚いたのは、ドイツの至宝、サビーネ・ウィンター選手の決断と成功だ。ウィンター選手、もともとはパワフルな両面裏ソフトの攻撃型として有名だったのに、32歳というベテランの域に達してからバック面をアンチに変えたという。普通そのキャリアでそんなギャンブル絶対にしませんよね。ところが、これが世界卓球史に残る大博打の勝利となったんだ。ITTF ワールドカップで中国の次世代エース候補、チン・ユシュアン選手を4対1というスコアで粉砕。さらには WTT シンガポールスマッシュで当時世界ランク3位、鉄壁の守備を誇るチェン・シントン選手までをも完封したんだ。会場は静まり返り、次の瞬間、割れんばかりの拍手が起きたよ。チェン・シントン選手をアンチで破るなんて、中国の首脳陣も真っ青になったでしょうね。彼女のアンチ、何がそんなに特別だったんですか？彼女の戦術の真髄はリズムの完全なる支配にある。ウィンター選手はとにかくラケットを頻繁に反転させる反転術をもはや手品レベルで使いこなすんだ。同じバックサイドに来たボールをある時はアンチで殺し、次の瞬間には裏ソフトで弾き飛ばす。相手の脳は次のボールはどっちだという疑念でオーバーヒートしてしまうんだよ。ウィンター選手の凄みは変化だけじゃない。レポートで詳細に解析されている彼女の代名詞、UFO ショットについて語らないわけにはいかない。UFO、空飛ぶ円盤みたいな軌道ってことですか？そう、あだ名の通りだ。バックサイドに来たボールに対してラケットを反転させず、右腕をぐいっと内側にひねり込み、フォア面の裏ソフトで強打するんだ。普通バックに深く来たボールはアンチでの返球を予測して相手は待ち構えるだろう。その予測を逆手にとって最も想定外の角度から裏ソフトのフルパワーを見舞う。これが UFO ショットだ。うわー、それは読めない。アンチがあるからこそ裏ソフトの強打がさらに何倍も光る。まさに光と影のコントラストですね。その通り、アンチを単なる守備用具としてではなく、攻撃を 100% 成功させるためのおとりとして運用している。これが2026年スタイルの戦術的知性なんだ。彼女の活躍は卓球が身体能力の競い合いを超えた高度な心理パズルであることを全世界に知らしめたんだよ。プロシーンのもう一人の主役が、ルクセンブルクの若き巨匠、ルカ・ムラデノビッチ選手だ。彼はウィンター選手とは対照的に、摩擦ゼロ系アンチの物理性能を限界まで突き詰めたスタイルだね。ムラデノビッチ選手のプレー、動画で見ましたが、相手の猛烈なドライブが彼のラケットに当たった瞬間、まるで時間が止まったみたいにポトッとネット際に帰るんですよね。あの無重力ブロック、一体どうなっているんですか？彼はアンチプレイヤーのために開発された特殊ラケットを使っている。バック面にテキサリウムという超硬質素材を配して、アンチの反転能力を極限までブーストさせているんだ。彼の心情は一歩も下がらないこと。前陣で相手の強打を最短距離で反射し、猛烈な下回転を浴びせる。相手は自分のパワーが強ければ強いほど、返ってくるカットが切れすぎて、ボールを持ち上げることすらできなくなるんだ。相手のエネルギーをそのまま毒に変えて突き返す。まさに合気道のような卓球ですね。ウィンター選手が幻惑のアンチなら、彼は物理のアンチの告知と言えます。すると、インドの英雄マニカ・バトラ選手の進化も見逃してはいけない。彼女は長年粒高ラバーの使い手として中国選手を苦しめてきたけれど、2025年後半からアンチ的特性を強化した特殊用具を実戦投入し始めているんだ。バトラ選手まで、粒高からアンチへ大きな流れが来ているんですか？そう。
現代卓球のスピードが限界まで上がった結果、粒高の揺れだけでは世界のトップ層には対応されやすくなっているんだ。より確実に、より鋭く、物理的に回転を反転させる、アンチの安定した破壊力が今最も求められている。彼女がこの用具を完全にマスターすれば、2026年の世界選手権は、インド勢によるアンチ旋風が吹き荒れることになるだろうね。これまでの常識が通用しない時代。まさに用具によるパラダイムシフトが私たちの目の前で起きているんですね。第5章では、現代卓球の避けては通れないテーマ、ABS ボールへの適用が論じられています。これ、アンチにとってはかなり逆風な条件だと聞いたことがありますが、普通に考えればその通りだ。ABS ボールは表面が平滑で回転がかかりにくいし、何より球離れが速い。でも2025、2026世代のアンチは、この逆境を最高の好機に変えたんだ。最新のトップシートは、あえて剛性をガチガチに高めることで、微細な接触時間でもボールを確実に滑らせ、反転を誘発するように分子レベルで再設計されている。レポートに出てくる衝撃適応型スポンジ、これどんな仕組みなんですか？弱い打球に対しては、スポンジの気泡が柔軟に潰れてエネルギーを徹底吸収する。でも相手の強打が来た瞬間、スポンジ内の特殊ポリマーが硬化し、トップシートの反転能力を 120% 引き出すんだ。ABS ボール特有の滑りやすさをラバー側が素材の力で制御された撮影に変換している。人間の知恵はプラスチックの壁をも乗り越えたんだよ。でも、ケンジさん、そんな完璧に見えるアンチにも、たった一つ致命的な弱点があるんですよね。レポートにも、湿度が全てを台無しにすると書かれています。ああ、それこそがアンチプレイヤーを絶望の淵に突き落とす湿度の呪いだ。2026年の最新研究によれば、湿度が 65% を超えると、摩擦ゼロの表面に目に見えないナノスケーラの水滴が凝結する。これが想定外の摩擦を生んでしまうんだよ。滑るはずの場所で滑らない。それって氷の上を歩いているつもりが急にアスファルトが現れるようなものですよね。ミスが連発しそうです。その通り、予期せぬ回転の影響を食らってボールがとんでもない方向に飛んでいく。だからプロの現場では試合直前までラケットを保温したり、疎水性に優れた専用クリーナーで表面を鏡面仕上げにするのが勝利のための必須儀式になっている。環境を支配する者だけがアンチを支配できるんだ。さて、第6章。ここでは実践的な倒し方を議論しよう。美咲ちゃん、アンチで攻撃するって具体的にどんな技術を想像する？やっぱりナックルで相手を惑わせて、チャンスをフォアで打つという感じでしょうか。自分からアンチで打ち抜くのはリスクが高そうに思えます。2026年のトレンドはもっと肉食系だ。キーワードはプッシュとフラットヒット。相手のつつき、下回転に対してラケット面を垂直に立て、台を切り裂くように前に押し出す。アンチなら回転を無視して直線的に打てるから、相手からすれば見たことのない加速をするナックルが最短距離で突き刺さることになる。あ、そっか。相手は下回転だから持ち上げなきゃという脳内命令を出しているのに、飛んでくるボールは無回転。そのまま空振りするかオーバーミスをする。スピードで抜かなくても相手の判断を抜いちゃうわけですね。その通り。スピードの絶対値ではなく、相手の予測と現実のギャップで勝負する。これがアンチによる心理的時間の支配なんだ。現代の高速卓球において、これほど効果的な攻撃はないよ。さらに、アンチの真の恐ろしさは物理的な挙動だけにとどまらない。人間の五感を狂わせる認知ハッキングとしての側面だ。美咲さん、卓球選手が打球を判断するとき、視覚以外で何を最も頼りにしていると思う？耳ですか。打球の音でどれくらい強く当たったか判断している気がします。正解。トップ選手は打球音の周波数で回転量や反発力を瞬時に計算している。そこに目をつけたのが擬音技術だ。一部のラバーは打球音を意図的に高性能裏ソフトに寄せているんだよ。音まで偽装。それはもう心理戦を通り越して、もはやスパイ大作戦の領域です。耳に届く音は強回転のドライブ。なのに目に届く弾道は無回転のアンチ。脳はこの矛盾を処理できず判断がコンマ数秒遅れる。その一瞬の躊躇が現代卓球の超高速ラリーでは致命的な敗因になるんだ。アンチは対戦相手の脳そのものを攻撃対象にしているんだよ。第7章、ここからは少しマクロな視点でビジネスとテクノロジーの融合を見てみよう。2025年の世界市場データによれば、
アンチラバーの市場規模はわずか3年前の約 2.5 倍に急成長しているんだ。1枚1万円を超えるハイエンドアンチが飛ぶように売れていますね。それだけみんな勝てる魔法を求めているんですね。開発コストも桁違いだ。2026年以降の主役はナノエンハンスドスポンジ。スポンジの内部にナノ素材を混入させることで、従来比 30% の軽量化と 50% の衝撃吸収率アップを同時に実現している。これによって、これまで重くて触れないと敬遠していた女子選手やジュニア選手にもアンチの道が開かれたんだよ。環境問題にも配慮した持続可能な素材のアンチも欧州で支持されていますね。性能、戦略、すると倫理、用具の世界も新しい次元へ突入しています。物語も終盤だ。第8章と第9章では少し真面目な教育の話をしよう。今、指導者の間で子供にアンチを使わせるべきかという大論争が起きているんだ。ああ、それはわかります。アンチを使うと相手の回転を無視して勝てちゃうから、一番大切な回転をかける感覚が身につかないんじゃないかという不安ですよね。まさにコーチたちの懸念はそこだ。レポートによれば、トップコーチの多くが、まずは裏ソフトで基礎を固めるべきと回答している。アンチはあくまで基礎を習得した者がさらなる高みを目指すための戦術的ブースターであるべきなんだ。また、ITTF のレギュレーションも2026年にはさらに厳密な摩擦係数検査が導入される。不正な加工を排除し、健全なハイテクの競い合いを守るための動きだね。ルールの中で知恵を絞って勝つ。それがスポーツの醍醐味ですからね。さて、長い解説だったけれど、いよいよ最後のセクションだ。みさきちゃん、このアンチルネサンスの全貌を駆け抜けてみて、今何を感じている？はい。最初はちょっと変わった不思議なラバーだと思っていましたが、その裏には物理学、素材工学、すると人間の心理を逆転に取ったスマジマな戦略があることにただただ圧倒されました。アンチはもはや弱者のための道具ではなく、強者がさらに高みを目指すための究極の知性なんですね。最高の総括だ。アンチラバーは現代卓球における能動的な革命児なんだ。サビーネ・ウィンター選手たちが示した通り、固定観念という壁を壊し、用具の特性を自分の魂と融合させた者だけが2026年以降の王座を射止めることができるんだよ。身体のパワーだけでなく知性が勝敗を支配する時代。これからの卓球が何倍も面白くなりそうです。私ももっと用具のこと勉強したくなりました。未来には AI が試合中に摩擦を制御するラバーなんてものも冗談じゃなく出てくるかもしれない。卓球の進化に限界はないんだ。僕たちのこの情熱もね。はい。ケンジさん、今日は本当にこれ以上ないくらい濃密な解説をありがとうございました。こちらこそ。皆さんも自分だけの最高の武器を見つけて、卓球という無限の宇宙を楽しんでください。それではまたどこかの大会でお会いしましょう。さようなら。